Get ready for Your dream home. launch episode. Navigator Hikaru Kana. こんにちは、白くインクのはかるかなです。皆さん、10月中旬までやっていた大阪万博には行ってみましたか？今回の動画では、その中でもオーストリアパビリオンで建築されていましたこのリボンのラチス状のフレームの作り方をグラスホッパーでどのように作るのかについて解説したいと思います。そっくりそのままの形を作ることはちょっと難しかったので、今回はこの形の特徴を捉えたそれらしいものを作るためにどのような手順で作ればいいのかを解説していきたいと思います。前回のリング屋根とは全く違った作り方になるので、ぜひチャレンジしてみてください。それではグラスホッパーの中身を早速見ていきましょう。まずグラスホッパーの全体像はこのような形になっています。最初に大きな流れについてどのようになっているのかを解説していきたいと思います。まずはこちらのモデル空間の原点のところに点を作ります。そこから伸びる斜めの直線を作ります。そしてこの直線をトップビューで見たときにどのような方向に歪ませるのかという操作をここで行います。そして平面的に歪んだこのラインを今度は立面上に歪めていきます。この歪めたカーブを軸にしてこの周りに螺旋状のカーブを作っていきます。この螺旋状のカーブをもとにリボンの面を作ります。この下の方ではさらに一手間加えてリボンをねじる動きの別パターンを作っていますが、今回は上のこちらの方を軸に解説をしていきたいと思います。このリボンができましたら、ここで真ん中のラチス部分の芯になるこのひし形で分割された線を作るのと、このリボンの外周部分のカーブを作ってそれぞれをまとめます。そしてこのそれぞれのカーブを肉付けして、最後にこの部分でダイノセラスにデータを焼き付けるというのが一連の流れになっています。この最後の焼き付け部分に関しては他の動画でも解説していますので、今回はこちらを深く解説しないことにして、その手前までの作り方を順に解説しながら追っていきたいと思います。それでは最初の部分から一つ一つ細かく見ていきたいと思います。まずはじめにポイントコンポーネントで原点を作ります。原点を作るときはこのグラスホッパーの画面でマウスの左をダブルクリックして0、0、0と打つと原点に点を作ることができます。そしたらこの原点の位置に XY プレーンで作業平面を作ってそこに円を作ります。この線の値は円の半径を決める数値になっていますが、この数値は何でもいいです。そしてこの円のカーブ上にイバリュエートカーブコンポーネントを使って点を一つ作ります。イバリュエートカーブでこの点を作っている理由は、このパラメーターの中に0から1までの間の数字を入れてあげると、この点の位置を回転するようにコントロールできるからです。これで初めに作るカーブのこの平面方向の回転角度を決めています。この点ができたら原点のカーブを支点にして、この点を終点にして線を作ります。そしてこのカーブを外側に向かって伸ばしてあげます。これで平面の第一の基準ができます。そしたら次にこのカーブの支点にパープフレームコンポーネントを使ってこのような作業平面を作ります。そしてディーコンストラクトプレーンコンポーネントとコンストラクトプレーンコンポーネントを使ってこのような向きに作業平面を変形してあげます。つなぎ方は左の O と右の O をつないで
中心点はこのフレームのものと変えないようにしてあげて、この緑の線が上を向くようにここに Z 軸のコンポーネントを入れてあげて、これを Y につないであげて、そして X の方向は先ほどのこのカーブと同じ方向にしたいので、この作業平面から出ている Z 方向の値を X につないであげると、赤のこの X 軸がカーブの上に乗ってあげて、緑の軸が上を向いた作業平面を作ることができます。これを回転軸にしてローテート 3D コンポーネントにつないであげることで、この平面上のカーブを立面方向に回転して起こしてあげるような線を作ることができました。このカーブを分割していって平面的に歪める処理を次に行います。さて、最初のこのカーブをまずはディバイドカーブコンポーネントを使って4という値でこのカーブをですね、1、2、3、4等分していきます。そしてその分割した天井にまたパープフレームコンポーネントで作業平面を作ります。この作業平面ができたらまた同じような形でここで変形していきます。そしてこの作業平面の手前側か奥側にこのカーブを作ってあげて、この歪んだ後の線の基準になるための枝方向のカーブになっています。枝になるこのカーブの長さを決めるためにここの下側の処理で行っています。具体的にやり方としては、グラフマッパーでここに入れた数字をまず0から1の間で変形してあげて、その小さな値をさらにリマップナンバーコンポーネントを使って指定した値の範囲内に大きくしてあげるという処理をしています。まずこの流れの左から順に見ていきます。リストレングスコンポーネントを使ってこの t の0から4のリストの長さを数値として出力しています。0から4までなのでここの値は5になります。そして次にシリーズコンポーネントで0を出発点にして5つの数字を作っています。5つの数字を作る時のこの増え方ですね。これをこの n に入力した値で決めています。ここで作りたい数字は0から 1.0 の間の数字になりますので、ステップ数としては1割る5で今の場合は 0.2 になります。そして C に入る数値はカウントを意味していて、何個の数字を作るか決めます。ここにはこの値をそのまま入れてあげます。ここでできた0から 0.8 という数字をこのグラフマッパーコンポーネントを使って変形しています。グラフの形を変えると値が変わるような仕組みになってます。このままですと枝の長さはそのまま0から 0.6 という非常に短い値のままになってしまうので、リマップナンバーを使ってこの数字を約1340まで大きくしてあげています。V の値にはグラフマッパーの値そのまま入れてあげて、 S の入力前にはバウンズコンポーネントを挟みます。このコンポーネントは概要が難しいんですが、入力した数列をドメインという形式に書き換えてくれるコンポーネントになっています。 D の方にもドメイン形式でどの値からどの辺までの範囲にここから出てきた値を伸び縮みさせるかというデータを入れておきます。そうするとこのような長さの角線が得られました。そしてこの終点ですね。この線の終点は初めに作ったこの基準線側が支点に必ずなっているので、終点は画面の右側の点になっています。この点をそれぞれ拾ってインターポレートコンポーネントにつないであげると、元の基準用のまっすぐの線を歪んだ形で作り変えることができました。ここまでが第1ステップです。次に今の歪んだ線をさらに立面上に歪めていきます。先ほどと同じような処理を今度は Z 方向にやっていきます。先ほどと同じようにディバイドカーブコンポーネントで4分割してあげて、それぞれの分割点でパープフレームの作業平面を作っていきます。そして作業平面の方向を今度はこういった向きで作ってあげます。
最初の作業平面をまずはディコンストラクトプレーンでこのような方向に変えます。さらにもう一度ディコンストラクトプレーンをつないであげて向きを90度倒しています。そしてここにまたグラフマッパーとリマップナンバーで整えた数字を入れてあげることでそれぞれの作業平面から出てくる線の長さを調整します。また同様に終点を拾ってつないであげることでもともと平面側だけに歪んでいたカーブが今度は立面側にも歪んでいる二重の歪みを持ったカーブに変形することができました。これがこのリボンの中心軸を決める基準線になります。そうしたら次はこの歪んだカーブの周りに螺旋を作っていきます。螺旋の方は先ほどと作り方の流れは同じなんですが、この手前の部分で工夫をして分割線の数をコントロールしています。何をしているかというと、先ほど作ったこの歪んだカーブの長さをレングスコンポーネントで拾ってあげます。そのカーブの長さをエクスプレッションコンポーネントを使ってここで割り算をして分割数を出しています。このカーブを何分割すればいいかということなんですが、今回の分割幅は基本的に1200にしたいので1200でこのカーブを割ってあげると、今のカーブの長さはだいたい11200ですので11200割る1200をするとだいたい 9.3 分割必要になることがわかります。しかしこのままだときれいに分割ができないので、ここでラウンドコンポーネントを使ってこの小数点がついている数字を整数に整えておきます。これが分割数になります。この値をディバイドカーブコンポーネントに入れてあげると、今は10分割した値が手に入ります。そしてその分割線それぞれに対してパープフレームで同じように作業平面を作ります。ここまででこのようなカーブができました。ただしこのまま先ほどと同じように終点をつないであげても螺旋を作ることはできないので、これをこのカーブの周りにまとわりつかせるように回転させる必要があります。そこでもう一つのリマップナンバーをここ使ってローテートコンポーネントの回転角度リストを作っています。ここのシリーズコンポーネントで出てきた0から 1.0 までの値を今度は途中のマップナンバーに入れると0から900という値でリマップしてあげて一本一本のカーブの回転角度を作っています。900度は 360×2.5 の値になるので、それぞれのカーブが基準軸の下から上までの間に 2.5 周するようなねじれ具合でこの螺旋を作ることになります。また同様に終点を拾っていくんですが、今度はインターポレートコンポーネントではなくナーブスカーブコンポーネントを使って螺旋を作っています。インターポレートカーブでもいいんですが、ナーブスカーブの方が線の形状が滑らかになるので、今回はこのようなコンポーネントを使っています。インターポレートを使うと必ず終点の上を通過しようとするので、形状としてはナーブスよりももっと広がりのあるものになります。ナーブス曲線という仕組みで作っているので、この途中にある制御点に関しては触れないようにベジェ曲線を作るコンポーネントになります。起点と終点だけはこの点の上を通るようなカーブを作ることができます。そしたらこの螺旋のカーブをもとにリボンの面を作っていきます。また同様にディバイドカーブでこの線を分割して作業平面を作ります。作業平面を1回変形してから再び変形して上下を向くような方向に作業平面を整えていきます。そしてこの作業平面に1箇所前に上下方向にそれぞれ直線を作って、それをリボンの断面線にします。そこで LINESDL コンポーネントの L の値には
プラスマイナス両方向の2つの値を入れています。リボンの幅は今回2000に設定していますが、2000の幅を半分に割ってあげて、プラスマイナスそれぞれの方向に分けてあげることで、各作業平面からプラス1000、マイナス1000の線を作ることができます。そしてこのカーブを上下それぞれのリストにまとめ上げて、ジョインコンポーネントでつないでいます。ここでこのカーブをライノセロスにベイクして見てみますと、元々のカーブは中点から上下それぞれに作ったカーブをまとめて1本につないでいるため、真ん中にいらない制御点が混じってしまっています。なのでこれを消して支点と終点だけが残るようにまとめたいと思います。そこでシンプリファイカーブコンポーネントを使って真ん中の制御点を消しています。同じようにベイクして中身を見ていくと、真ん中の点が消えているのがわかりますよね。こちらの方がデータの形として綺麗なので、これを使っていきます。ここまでできたらスイープ2コンポーネントを使って面を作っていきますが、そのためのレールを作るためにこのカーブの支点と終点をそれぞれエントワインコンポーネントにまとめて、インターポレートカーブで支点同士をつないで螺旋カーブを作って、終点は終点同士で螺旋カーブを作ってまとめていきます。この2つのカーブと断面線のカーブをここに入れてあげて、スイープ2で面を作っています。これでリボンが完成ですね。画面の下に組んであるのは、さらにこれにねじりを加えたリボンを作るためのフローになっています。今回はこちらの詳しい説明は割愛するんですが、先ほどのように作ったこのカーブにさらに回転を加えてあげることで、リボンをもう一ねじりしています。リボンのねじり方はこの辺りで行っています。また違った操作を加えています。このねじりを加える部分のつながり方はこんな感じになっています。使っているコンポーネントはほぼ一緒ですね。お疲れ様です。ここまででリボンの膜ができました。次の段階ではこのラチス部分の基準線とリボンの外形線を作っていきますよ。リボンの外形線はまずここで面を読み込んで B-Rep Edges というコンポーネントを使ってこの Naked as List の方のカーブを使います。ここでカーブをジョインして、これで外形フレーム部分のカーブは完成しました。今度は中身のラチス部分に移りますね。まずリボンを作るためのこのレールのカーブですね。これをエクステンドカーブコンポーネントでちょっと伸ばしてあげます。伸ばしたカーブの0番目のブランチに入っているカーブの長さをここで計算して、ラチスの線が入る間隔をここで計算してあげるんです。この線の長さは60メートルほどありますが、ここにだいたい500ピッチ程度でラチスを等間隔で配置したい場合、ここのエクスプレッションコンポーネントで60メートル割る500ミリの計算をします。この計算結果からだいたい122分割する必要があることがわかります。ですので、この数字を整数に記して、122という数字が分割数になります。この数字をディバイドカーブに入力します。分割した点は、それぞれ上と下の点で別々のリストに分けています。この上下の点同士を直接つないでしまうと、完成形のように、ひし形の格子状に線を交わらせることができないので、上の点と対になる下の点の順番をいくつかずらす工夫が必要になるんです。そのようにすると上下で組み合わせる点の位置がすべて同じようにずれるので、線が斜めに傾いてくれるようになるんです。まずは上の点を基準にして下の点をずらして作った場合のカーブを作ります。そのためにまずはシリーズコンポーネントとシフトリストコンポーネントを使っています。まず上側の点にカルインデックスを使って
不要なマイナス1番とマイナス2番の点を除いています。次にシフトリストの方は指定した値の分だけ下の点のリストをずらしています。今回は点の位置が2個分ずれた角度で線をつなぐようにカーブを作りたいので、この値は2に設定しています。ここを見てみてください。本来であればここの0番目と0番目の点を結んでこのカーブが作られているんですが、それを2個ずらした状態でカーブを作るためにここで2という値を入れています。そうするとこのぐらいねじれた状態のラティスの芯になるカーブを作ることができます。この上の4つのコンポーネントを使ってこのカーブができていますので、それとは逆のことを下の方のコンポーネントで作っています。こっちの方は下の点は動かさずに上の方の点をずらした状態でカーブを作るように組んであります。そして今作ったカーブはこのリボンからはみ出している部分がありますので、このはみ出している部分が不要になりますから、今度はこれをプルカーブコンポーネントでリボンの上にある部分だけを残すようにして押し当てています。この上下にずれた残ったカーブをつないであげるとラチスの芯になるカーブも完成しました。最後にこのラチスと外形のカーブそれぞれを肉付けしてこのパビリオンのリボン部分を作ることができました。今の状態で試しに肉付けをしてみると、ここのトグルをオンにすると肉付けをすることができます。はい、長い時間お疲れ様でした。このように構造の厚みを肉付けしたリボンを作ることができました。そして最後にこのトグルをオンにすると、ライノセロスに今設定しているパラメーターのリボンを焼き付けられました。はじめに説明すればよかったですが、それぞれの変数のパラメーターはこのような形でまとめられています。それぞれの段階で整備してあります。方向の角度を決めるパラメーター、基準線の長さを決めるもの、立面にいくつ傾かせるかのパラメーターです。それをどの程度歪めるかといったドメインの数値と、立面方向にどれほど歪めるかといった数値のドメイン、そしてその歪めた軸からどの程度離れた位置に螺旋を作るのかというドメインと、分割数を決めるもの、あとは螺旋がスタートからゴールまでに何回転するかはここで制御しています。そして今回はちょっと割愛しましたが、リボンのねじれを作るかどうかっていうのをここで決めています。ここのトグルをオンにするとリボンがねじられてこのような形に変形できますね。その下はリボンの幅ですね。幅は緑の部材から緑の部材までの広さです。ねじり角度もスタートからゴールでのリボンを何回転させるかをコントロールしています。今の設定は 1.5 回転になっていますね。あとはリボン内部のパーツの間隔ですね。これをいくつにするかをここで設定しています。今は 500mm の幅に近くなるようにしています。そしてこの角度定数は先ほどシフトリストのところで解説したいくつの角度をずらすのかというところですね。今回はこの角度になるところ、この角度になるまでずらしてますので、1、2と合計2の値だけずらすようにここで定数をセットしています。そして部材の直径はここで設定しています。実際のパピリオンはこの外部のフレームも中のラチスも全部四角い断面になっているんですが、今回は割愛するためにどちらもパイプ形状にして作っています。それぞれ太さをここで決めています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はそのままパビリオンのあのままの形を作ることは難しかったんですが、似たような形をグラスホッパーだけでこんな形でパラメーターと変数を設定して分かりやすい手順で作ることができました。もしこの動画を見てわからないことがあれば、ぜひコメントで教えてください。他にも白くインクでは建築やビムに関する面白い動画や役に立つ情報を発信していますので、よろしければチャンネル登録と高評価と SNS のフォローもよろしくお願いします。
それでは今回の動画は以上です。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。